ゆっくり解説。主役を食らう悪の美学。昭和のいぶし銀シリーズ第4弾。伝説の最恐れ悪役たちがよみがえる。皆さん、こんにちは。ゆっくり解説のレイムです。ゆっくりマリサだぜ。前回の女優編、たくさんのコメントありがとうな。特に悪役編を、っていう熱い声、しっかり届いてるぜ。本当に。というわけで今回は 100% 皆さんの声にお答えして、ついに禁断の扉を開きます。待たせたな。いぶし銀シリーズ第4弾、最強悪役編だ。昭和の名作は、主役を食らうほどの悪の美学を持った最高の悪役がいてこそ輝いたんだぜ。子供の頃は本気で怖かったけど、大人になるとそのかっこよさや筋の通った魅力がわかるものよね。今回は昭和の時代に強烈なインパクトを刻んだ、伝説の悪役たちをランキングで紹介していくぜ。あなたの記憶に刻まれた、あの憎らしくも惹かれてしまった顔はランクインしているかしら？さあ、準備はいいか？最後まで震えながら楽しんでいってくれよな。第10位。ヤナのブオ。さあ、いよいよ悪役編のスタートね。記念すべき第10位は、この方、あの青汁の CM で有名な、すごく優しそうなおじさんじゃない。来たな。そのギャップこそがこの人の凄みなんだぜ。第10位は、愛すべき悪役軍団のボス、ヤナノブオさんだ。まずい、もういっぱいのセリフは日本中が知っているわよね。この方がどうして最強悪役なの？彼の、いぶし銀としての凄みはな、元プロ野球選手という異色の経歴、自らの才覚で悪役道を切り開いたハングリー精神、そして悪役紹介を結成し、悪役全体の地位向上にまで貢献したその功績にあるんだぜ。元プロ野球選手って、本当だったのね。東映フライヤーズの投手だったんだ。だが試合中の大怪我で選手生命を絶たれてしまった。そんな彼に、当時球団オーナーでもあった東映の社長、大川博がこう声をかけたんだ。長島や王に打たれるより、高倉健に打たれろ、ってな。これが俳優柳信夫誕生の瞬間だったんだぜ。すごい運命の一言ね。でも、すぐに悪役として認められたわけじゃないんでしょ？そうだ。最初は182センチメートルの高身長が悪目立ちするばかり。だが彼は体が大きい方が打たれがいがあると逆転の発想で自らを売り込んだ。さらに監督に一度、俺の考えた死に方でやらせてくれと直談判し、その迫真の演技が認められてから、唯一無二の名悪役としての地位を確立したのさ。自分の力で道をこじ開けたんだわ。悪役紹介っていうのは？それこそが彼の最大の功績だ。1983年に、日陰の存在だった悪役俳優たちを集めて悪役紹介を結成。自らリーダーとなり、悪役のイメージと地位を向上させたんだ。まさに悪役たちのボスね。怖そうなイメージの裏に、仲間を思う優しさと、道を切り開く強さがあったんだわ。その通りだぜ。悪役という仕事に誇りを持ち、その道を極め続けた偉大なボス。これぞ、いぶし銀の悪役なんだ。第9位。河合信夫。来たわね。時代劇の悪代官と言われたら、もうこの方の顔しか思い浮かばないわ。お茶の間の誰もが知る、これぞ悪代官の決定版。第9位は、ミスター悪代官こと、河合信夫さんだぜ。この人が越後屋と悪い相談をしていると、早く助さん格さん来て、って本気で思ったものよ。お主も悪よのうのセリフは、あまりにも有名よね。実はそのセリフには驚きの秘密があるんだぜ。彼の、いぶし銀としての凄みは、悪役としての絶対的な説得力と、その役に対するストイックなまでのプロ意識にあるんだ。プロ意識、詳しく聞きたいわ。彼は悪が強くないと物語は盛り上がらないという信念を持っていた。切られるシーンでは、怪我を恐れず派手に後ろに倒れる。マネージャーが心配しても必死でやらないとお客さんに失礼だと言って、あざだらけになりながらも演じ切ったそうだ。うわぁ。まさに役者魂ね。悪代官役を始めた頃は盾が下手で苦労したんだが、共演のベテラン俳優にこう言われたそうだ。俺たちは主役に切られるためじゃなく、あんたが演じる代官様を守るために死ぬんだ。だから、
もっと勉強してくれってな。この言葉に感銘を受け、必死に腕を磨いたんだぜ。だからこそ、あれだけ迫力のある悪役になったのね。ところで、さっき言ってたお主も悪世能の秘密って何なの？実はあのセリフ、ドラマ本編で言ったことは一度もなくて、同じく名悪役の田口圭さんと共演した甘露のど飴の CM で生まれたんだぜ。悪代官、河合さんと越後や田口さんに扮した二人が、お主も悪世能、いえいえ、お代官様ほどではとやりとりする CM が大受けして、それが時代劇に逆輸入されたんだ。CM から生まれたセリフだったの。知らなかったわ。だろ？そして、そんな怖い役のイメージとは真逆で、プライベートはすごく穏やか。街で子供に悪代官だ、と言われても、笑顔で手を振っていたそうだ。だが、同級生の友人にテレビに河合が映っても、あれはお父さんの友達だぞって子供に言えないんだよなと言われ、寂しく思ったこともあるという人間味あふれる人だったんだ。なんだか、ちょっと切ないわね。さらに驚くのが、声優としての一面だ。ポール・ニューマンやジェームス・ディーンといった、超二枚目スターの吹き替えを専属で担当していたんだぜ。あの悪代官の声が、ポール・ニューマン、信じられないギャップだわ。悪役とはどうあるべきかを、自らの演技と姿勢で示し続けた本物のプロフェッショナル。彼がいたからこそ、時代劇は面白かったんだぜ。第8位、天津瓶。うわ、この方が出てくると、子供の頃、本気でテレビの裏に隠れたわ。夢に出てくるくらい怖かったもの。ふふふ、来たな。昭和の子供たちに本物のトラウマを植え付けた、特撮界の巨悪だぜ。第8位は、その鋭い眼光で日本中を震え上がらせた、天津瓶さんだ。仮面の忍者赤影の甲賀幻陽祭よね。あの不気味な術と、何を考えているかわからない表情が本当に恐ろしかったわ。そうだろう。彼の、いぶし銀としての凄みはな。あの怖い顔のイメージとは真逆の温厚な人柄と、元教師という異色の経歴から来る、知性と信念に裏打ちされた悪の表現力にあるんだぜ。あの天津さんが、もともとは学校の先生だったの。信じられないわ。ああ、師範学校を卒業して、実際に教壇に立っていたんだ。だが戦後、戦前と正反対の教育はできないという強い信念から教職を離れ、32歳で俳優の世界に飛び込んだんだ。そんな過去が、だから、ただ怖いだけじゃない、どこか知性を感じる悪役だったのね。そういうことだ。特に赤影の幻陽祭役は、彼自身もすごく気に入っていたらしい。メイクや髪型に自分で遊び心を加えて、どんどん不気味にしていったそうだ。赤影に倒されるシーンのテストでは、もっと出たい、なんてアドリブを言ってたって言うんだから、本当に楽しんで演じていたんだぜ。役者さんってすごいのね。でも、あれだけ怖いイメージだと、普段も厳しい人だったんじゃないかしら？いや、それが全くの逆なんだ。共演した子役の金子義信さん曰く怖い顔してるけど、すごく優しい人だったそうだ。スタッフからもとにかく温厚で、全く怒ったりしないと慕われていた。182センチメートルの巨体で、あの鋭い眼光の持ち主が、実は誰よりも優しかったんだぜ。そのギャップがまた素敵だわ。水戸黄門での哲羅館源流役も強烈だったわよね。ああ、あの存在感はまさにラスボス級だったな。だが、悪役のイメージが強い一方で、解決ハリマオでは正義感あふれる仲間役を演じるなど、役の幅も広かったんだ。怖い役の裏に隠された、優しさと強い信念。それこそが、天津さんの悪役が持つ、抗えない魅力の源だったのね。その通りだ。日本中の子供たちに恐怖と同時に、本物の悪の凄みとは何かを教えてくれた偉大な悪役なんだぜ。第7位、今井健二。来たわ。この人のギラリと光る三白眼は、一度見たら忘れられないわよ。悪徳役人といえば、この方よね。ああ、邦画界のキングオブヒール悪役の登場だぜ。第7位は、その狂気と暴力性で右に出る者はいない、今井健二さんだ。必殺シリーズには、本当によく出ていたわよね。あの独特のか細いドスの効いた声も、不気味さに拍車をかけていたわ。その健二節こそが彼の真骨頂だからな。
彼の、いぶし銀としての凄みは、もともと2枚目スター候補だった端正な顔立ちに宿る、底知れぬ狂気。そして、その恐ろしいイメージとは真逆の、涙もろく家族を愛する優しい素顔との、あまりにも凄まじいギャップにあるんだぜ。この方がもともとは2枚目スター候補。信じられないわ。本当だぜ。東映ニューフェイスの同期には、あの高倉健がいるんだ。デビュー当初は善人役も演じていたんだが、悪役を演じたことで、その才能が完全に開花したんだ。なるほど。悪役を演じるために生まれてきたような方だったのね。だが、そのことで彼は深く苦しむことになる。彼の息子さんが学校で犯人の子供だといじめられてしまったんだ。今井さんはテレビ番組で、役者という仕事のせいで家族に迷惑をかけていると、涙ながらに懺悔したことがあるんだぜ。そんな、悪役を演じる裏で、そんな葛藤があったなんて。ああ、別の番組で息子さんと共演した時も、息子さんからお父さんが大好きと言われて、照れながら涙ぐんでいた。スクリーンでの姿からは想像もつかないほど、愛情深い父親だったんだ。聞いているだけで胸が熱くなるわ。そんな彼の人間性を表す、もう一つのエピソードがある。彼は趣味の釣りに関する本を出版しているんだが、その本の推薦文を書いたのが、他ならぬ名優高倉健だったんだ。健さんが、二人の間には、固い友情があったのね。そういうことだ。家族への愛、友との絆、その全てを知っているからこそ、彼の演じる悪には、単なる憎しみを超えた、人間の業の深みが宿っていたんだ。悪役の仮面の下に隠された、深い優しさと悲しみ。だからこそ、彼の演技は私たちの心に突き刺さるんだわ。その通りだ。その葛藤すらも演技の深みに変え、スクリーンに凄まじい狂気を刻みつけた。これぞプロの悪役の生き様なんだぜ。第6位、トーラ六甲。この方の顔は、一度見たら絶対に忘れられないわよね。インテリなんだけど、目の奥が笑っていないというか、底知れない怖さを感じるのよ。来たな、昭和の映像界が生んだ、唯一無二の怪優だぜ。第6位は、その異様な存在感で見る者を凍りつかせた、トーラ六甲さんだ。本当に独特の雰囲気を持った方よね。悪役だけど、そこらのチンピラとは格が違う。頭脳犯っていうイメージが強いわ。その通りだぜ。彼の、いぶし銀としての凄みはな、京都大学出身で元高校教師という、とてつもないインテリジェンスに裏打ちされた、内面から滲み出るような知的な狂気の表現力にあるんだ。京都大学を出て、学校の先生を、あの戸浦さんが、信じられない経歴だわ。ああ、兄弟在学中は、後に映画監督となる大島渚らと学生運動にも参加していたそうだ。卒業後は高校で英語の先生をしていたんだが、映画監督になった大島がどうしてもお前にやってほしい役があると口説き落とし、映画太陽の墓場に出演したのがきっかけで、俳優の道に進んだんだぜ。親友の熱意が、名優を誕生させたのね。デビュー作ではどんな役だったの？元教師なのに、いきなり冷酷非情なヤクザの親分役だ。この役で、彼の個性的な悪役としての才能が一気に開花したんだ。その後も大島作品の常連として、数々の映画でその異様な存在感をスクリーンに刻みつけたのさ。鋭い目と、深いクマのあるあの顔立ち。何を考えているのか全く読めないから、余計に怖いのよね。だろ？だが、彼はただの悪役俳優じゃない。ドラマ、野生の証明では、部下を温かく見守る柔和な編集局長を演じたり、アニメ映画、忍者武芸帳では主人公の声を担当するなど、その演技の幅は非常に広かったんだぜ。声優もやられていたのね。それだけじゃない。なんと NHK の情報番組で、1年間司会を務めていたこともあるんだ。あの戸浦さんが、テレビ番組の司会を、もうギャップがありすぎて頭が追いつかないわ。知性と狂気、冷酷さと温厚さ、その全てをあの異様な雰囲気の中に同居させ、見る者を釘付けにした。悪役という枠には到底収まりきらない、本物の怪優。それこそが戸浦六甲という役者の凄みなんだぜ。第5位、遠藤達夫。
万七親分。この人が出てくると、なんだかほっとしちゃうのよね。悪役なんだけど、絶対に平時にやり込められるってわかってるから。来たな、日本一憎めない悪役の登場だぜ。第5位は、凄みと愛嬌を併せ持つ何話の名優、遠藤達夫さんだ。銭形平次の箕輪の万七役は、本当にハマり役だったわよね。平次を目の敵にしてるけど、どこか間が抜けてて、愛嬌があったわ。そうなんだよな。彼の、いぶし銀としての凄みは、ただ怖いだけの悪役じゃない。人間の欲深さや弱さ、滑稽さを体現した、人間臭さあふれる悪役像を確立したことにあるんだぜ。悪代官や悪徳商人の役も多かったけど、いつも色仕掛けに騙されたり、最後はヘマをしちゃうイメージだわ。それこそが彼の味なんだ。だが、忘れてはいけないのが、仁義なき戦いシリーズで見せた、本物のヤクザ役だ。あの凄みは、万七親分と同じ役者が演じているとは思えないほどだったぜ。確かに、あの迫力は本物だったわ。でも、やっぱり善人というか、優しい役のイメージもあるのよね。京都殺人案内の課長さんとか、名優藤田誠さんと長年共演した、あの秋山課長役も当たり役だったな。実は遠藤さん、役柄とは全くの正反対で、素顔はものすごく温厚で、大変な愛妻家だったそうだぜ。まあ、素敵ね。役者さんになる前は、どんなことをされていたのかしら？もともとは実家の家業を手伝っていたんだが、演劇にのめり込みすぎて感動されてしまったんだ。俳優として食べられるようになるまでは、港で荷上げの仕事をしたり、運転手をしたり、相当な苦労を重ねたんだぜ。そんな苦労があったからこそ、あれだけ人間味のあるお芝居ができたのね。その通りだ。そして、彼は生涯お芝居を愛し続けた。同志と劇団赤かぶ座を作って、自主公演を続けるほどだったんだ。だが、2010年に長年の名優だった藤田誠さんが亡くなると、大きなショックからか、一切の俳優活動を行わなくなり、表舞台から静かに姿を消してしまったんだ。お友達の死が、それほどまでに、本当に情の熱い方だったのね。藤田さんとの絆は、それだけ固く、そして深かったんだろうな。怖くて、ずるくて、でもどこか憎めない。そんな愛すべき悪役を演じさせたら、彼の右に出る者はいない。昭和のお茶の間に、悪役のもう一つの魅力を教えてくれた、偉大な俳優なんだぜ。第4位、名和博。うわぁ、この方も昭和の悪役として絶対に欠かせない顔よね。特に、仁義なき戦いでの、あの肉肉しい親分役は忘れられないわ。そうだろ。どんな組織にも、この男がいたからこそ悪が引き締まったんだぜ。第4位は、昭和の悪を支えた大番頭、名和博さんだ。大番頭、まさにそんな感じね。彼がいるだけで、その組の格が上がるというか、一筋縄ではいかない感じがしたわ。その通りだぜ。彼の、いぶし銀としての凄みはな、スター候補の座から悪役の世界に身を投じ、どんな作品でも悪の組織に厚みと説得力を与えた、その絶対的な安定感と貢献度にあるんだ。仁義なき戦いでは、一作目で殺されたのに、二作目では全く別の親分役で出てきて驚いたわ。それこそが、彼がシリーズに欠かせない存在だった証拠だ。そんな名和さんだが、実はデビュー当時は主演も務める2枚目スター候補だったんだぜ。そうなの？日活ニューフェイスの一期生で、なんとあの石原裕次郎と同期だったんだ。しかも、裕次郎がオーディションを受けた時、すでに名和さんが日活にいたため顔の輪郭が似ているという理由で、一度落とされたという逸話まであるんだ。あの裕次郎さんが、そんな逸話があったなんて、すごい方だったのね。しかも実家は能のコンパル流で、20歳まで能楽を学んでいた。俳優の道に進んだことで破門されてしまったそうだが、その能で培ったであろう風格が、後の悪役演技に凄みを与えたのかもしれないな。能楽師から、銀幕のスター候補へ、そして悪役の大番頭へ、すごい人生だわ。フリーに転身してからは、悪役として完全に才能が開花。東映、大映、松竹、日活と、
会社の垣根を越えて膨大な数の作品に出演し、水戸黄門でも常連の悪役としてお茶の間を賑わせたんだ。あれだけ肉々しい役を演じていると、普段も怖い方だったのかしら？いや、そこがまた魅力でな。素顔は非常に温厚で知的な人物だったそうだ。そのギャップを知ると、ますますファンになってしまうよな。本当にそうね。スターの道を歩むこともできたのに、悪役の道を選び、その道を極めたのね。そうだぜ。彼という大番頭がいたからこそ、昭和の悪役の世界は豊かで、そして恐ろしかったんだ。第3位、安倍徹。いよいよトップ3ね。この方の顔を見ると、組織のボスっていう言葉しか浮かんでこないわ。笑顔を見たことがないくらい、いつも冷徹な表情だったもの。ああ、氷のような男の登場だぜ。第3位は、冷酷非情なる組織の支配者、安倍徹さんだ。日活のアクション映画や東映のヤクザ映画には、絶対に欠かせない存在だったわよね。彼が黒幕だと分かった時の絶望感はすごかったわ。そうだろう。彼のいぶし銀としての凄みはな。一切の感情を顔に出さず、ただ静かに、しかし絶対的な恐怖で組織を支配する。その氷のようなボス像を完璧に確立したことにあるんだ。本当に何を考えているかわからなくて、部下ですら駒としか思ってないような、あの非情さが怖かったのよ。だが驚くなよ。そんな彼は、デビュー当時は主演も務める2枚目俳優だったんだぜ。あの安倍さんが2枚目。想像もつかないわ。戦前から活躍していて、戦後は国民的女優小暮道代の相手役も務めたほどだ。だが、日活アクション映画の時代になると、その鋭い眼光と威圧的な雰囲気が悪役として見出され、唯一無二の悪玉スターとしての道を歩むことになったんだ。なるほど。悪役になるべくしてなった、という感じね。プライベートでも、やっぱり怖い方だったのかしら？いや、そこがまた面白いんだ。実はかなりユーモアと反骨精神のある人物だったらしい。戦争中、二等兵だった彼は、戦地に行くのを逃れるために、胸に砂をつけてレントゲンに影が映るようにしたり、体温計を吸って熱があるように偽装したりしていたそうだ。まあ、そんなちゃっかりした一面があったなんて、あの怖い顔からは信じられないわ。だろ？さらに、母方の祖父が創始者だという日刊工業新聞の社長にならないか、と誘われたことがあるんだが、俳優が面白いからという理由であっさり断っちまったんだ。大会社の社長の座より、悪役の道を選んだんだぜ。すごいわね。自分の生き方に、ものすごい誇りを持っていたんだわ。そういうことだ。その揺るぎない覚悟があったからこそ、彼の演じるボスには、ただ冷たいだけじゃない、絶対的な説得力と凄みが宿っていたんだ。冷徹な悪の仮面の下に、ユーモアと反骨精神を隠し持っていたのね。そうだぜ。その人間的な深みこそが、彼を単なる悪役ではない、日本映画史に残る偉大な悪の支配者たらしめたんだ。第2位、内田麻生。いよいよ第2位ね。この方は、直接手を下すんじゃなくて、いつも一番安全な場所から全てを操っているイメージよ。本当の黒幕っていう感じ。その通り、昭和の悪の頂点には、いつもこの男がいたんだぜ。第2位は、昭和の闇を支配した静かなる黒幕、内田麻生さんだ。政財界の大物や、暴力団の長老役が本当に似合ったわよね。白い巨頭の船尾教授も、主人公を追い詰める姿が本当に憎らしかったわ。ああ、彼のいぶし銀としての凄みはな、復員兵、サラリーマンという異色の経歴を経て培われた、人生の深みそのもの。そして、俳優業の傍ら宮沢賢治の研究家でもあったという、底知れぬ教養から滲み出る、圧倒的な風格にあるんだぜ。宮沢賢治の研究家。あの黒幕俳優が、どういうことなの？彼は俳優であると同時に、深い知識を持つ文化人だったんだ。私の宮沢賢治という本を出版するほど深く傾倒していて、その縁で大学の教授として教壇に立ったことすらあるんだぜ。大学の教授まで。全く知らなかったわ。俳優になった経緯も普通じゃなさそうね。ああ、
もともとは役人の子として生まれ、終戦後は復員兵として開墾事業に従事したり、宇部興産でサラリーマンをしたりしていたんだ。俳優としてデビューしたのは、なんと39歳の時。遅咲きも遅咲きなんだぜ。39歳からこの世界に。だからこそ、他の役者さんにはない独特の重みがあったのね。そういうことだ。特に東映のヤクザ映画では、その風格が遺憾なく発揮された。仁義なき戦いシリーズで見せた。一筋縄ではいかない長老役は、まさにハマり役だったな。どこか人の良さそうな顔をしているのに、腹の底では何を考えているかわからない。その深みが、物語に絶対的な緊張感を与えたんだ。日米合作のトラトラトラでは、東条英機を演じていたわよね。そうだ。あの役も、彼の持つインテリジェンスと風格がなければ、あれほどの説得力は出なかっただろうな。俳優としての顔の裏に、研究者としての深い教養があったなんて。本当に驚きだわ。素顔はとても温厚で、後輩の面倒見も良かったそうだ。だが、ひとたびカメラの前に立つと、その深い知識と人生経験をすべてオーラに変え、誰も逆らえない黒幕と化す。悪役でありながら、知性と品格を失わない。彼にしか出せない、唯一無二の魅力ね。その通りだ。日本が世界に誇る、最も知的な怪物。それこそが内田浅尾という名優なんだぜ。第1位、山形勲。いよいよ悪役編の第1位ね。この方が登場すると、もう誰も逆らえないっていう空気になるわ。すべての元凶は、この人だったんだ、っていう絶望感がすごいのよ。ああ、ついに来たな。昭和のすべての悪の頂点に君臨した、絶対的な帝王だぜ。栄えある第1位は、昭和の巨悪にして、すべての黒幕、山形勲さんだ。巨悪という言葉が、本当にぴったりね。特に、水戸黄門で長年演じた柳沢義康は、まさにハマり役だったわ。黄門様ですら、手を焼くほどの知能犯だったもの。そうだろ。彼の、いぶし銀としての凄みはな。イギリスロンドン生まれという異色の出自、そして片肺を失うという苦難を乗り越えた役者魂から生まれる、他の誰にも真似できない圧倒的な重厚感と威厳にあるんだぜ。イギリスのロンドン生まれ。どういうことなの？彼の父親は、ヨーロッパで活躍した伝説の日本人軽業師だったんだ。その巡業先のロンドンで生まれたという、とんでもない経歴の持ち主なんだぜ。軽業師の息子さんだったのね。華麗な世界の裏で、どんな苦労があったのかしら。若い頃に肺結核を患い、手術で片方の肺を失っている。まさに命がけで役者の道を歩んできたんだ。その壮絶な人生経験こそが、彼の演技に誰もがひれ伏すほどの重みを与えているんだな。だからこそ、ただの悪役じゃない、国家を揺るがすような大物の風格があったんだわ。でも、最初から悪役だったの？いや、そこがまた面白いんだ。映画デビュー当初は善人役で、カンヌでグランプリを取った地獄門では、悪役の長谷川和夫に対して、人の良い夫の役を演じているんだ。あの山形さんが、人の良い役を、信じられないわ。だが、次第にその圧倒的な存在感が悪役として開花。東映時代劇に欠かせない巨悪として、その名を轟かせたのさ。現代劇でも、華麗なる一族の大蔵大臣役など、組織のトップを演じたら右に出る者はいなかったな。まさにボスの中のボスね。ちなみに、彼が肺の手術で映画の主役を断ったことがあるんだが、その代役でデビューを飾ったのが、若き日の丹波哲郎だったんだ。運命の巡り合わせを感じるよな。後の大スターのデビューにも関わっていたなんて。善も悪も、その全てを知り尽くした上で、彼は悪の道を極めた。その静かな佇まい、低い声、そして全てを見透かすような眼光。彼がそこにいるだけで、物語の格が数段上がった。悪役という存在を、芸術の域まで高めた方なのね。第一位、納得だわ。そうだろ。日本映画史が誇る、永遠にして究極の黒幕。その名は、山形勲、これ以上ない存在だぜ。総評またはまとめ。いやー、今回の悪役編は、本当に怖いだけじゃない、
筋の通った魅力的な方ばかりだったわね。ああ、まさに圧巻だったな。彼らには彼らなりの正義や美学があった。だからこそ、ただの悪役で終わらず、俺たちの記憶に残り続けてるんだぜ。本当にそう思うわ。ヒーローや正義の主人公が、あれほどまでに輝いて見えたのは、彼ら最高の悪役がいたからこそなのよね。その通りだ。彼らがいなければ、昭和の名作はあれほど熱く、深くはならなかった。彼らこそ、物語の影の主役だったんだ。そして、この禁断の企画が実現できたのも、ひとえに皆様の待ってましたという熱い声のおかげです。本当にありがとうございました。感謝しかねえぜ。男優編、女優編、悪役編ときたら、次は、そうだな。特撮ヒーローを演じた名優編なんてのも熱いかもしれないな。ぜひ、みんなの意見も聞かせてくれよな。期待しちゃうわね。今回の動画も続々したと感じていただけたら、ぜひ高評価とチャンネル登録で応援していただけると嬉しいです。それじゃあ、また次の動画で会おうぜ。バイバイなんだぜ。